こんにちは、チャイコと申します。今回は一つのマップに焦点を当てて、ハイスコアを取るためのコツを徹底的に解説する動画、ジャストダンスティップスをお送りします。ハイスコアを取るためのコツを解説するということは、私が普段こういうことを考えてプレイしているよ、という手の内を全て明かすことになるのですが、なぜわざわざこんな動画を作るのかというと、難しい曲に思えても、コツさえつかめればハイスコアを取ることは可能であること、そしてそのコツがわかれば、ジャストダンスはもっと楽しくプレイできる、ということを多くの人にお伝えしたいからです。これまで過去にいくつかジャストダンスティップスの動画を作成していますが、どういう基準で曲を選んでいるかというと、一つ目は、多くの人がハイスコアを取るのに苦戦しているマップであること、二つ目は、踊るためのコツを私自身が完全に理解し、その上で言葉で明確に説明できることです。この言葉で説明できるという部分がすごく難しくて、こういう感じで手を動かすと良いということが分かっていても、その感覚を言葉にしてどうすればパーフェクトが取れるのかというポイントを論理的に説明できるマップはあまり多くありません。多くの人が参考にできるように、2025エディションなどの最近のマップを取り上げた方が良いんだろうなとは思っているのですが、どうしてもジャストダンスプラスの収録曲が多くなってしまう点はご了承ください。なお私は Nintendo Switch でプレイしているため、ジョイコンを使用した場合の説明となりますが、スマートフォンをコントローラーとして使用している方も、どのような基準で採点されているかの参考にしていただければと思います。はい、それでは今回4曲目に選んだのがこちらのマップです。今回は左側のコーチの動きを解説します。ハロウィンソングを紹介する動画でも取り上げたこのマップ、ポイントは手に持っているジョイコンを杖に見立てて踊ること、そしてこの軽やかなリズムを感じつつ、オーケストラのサウンドに合わせて優雅に踊ることです。では、どうぞご覧ください。まず最初は、手を下に下げ、ジョイコンを下向きにしておきます。そして拍子に合わせて手を上、下、左、正面へと動かします。この時に、拍子に合わせることを意識しすぎて、動きが硬くならないように、肘から手までが一直線になるようにし、線を描くように手を動かします。そして、下から左へ滑らかに滑らせるように移動させたら、その流れのまま、正面に手を持ってくる。そして手を正面に向けて止めたら、すぐに手を回し始めます。音楽に合わせてやってみると、という感じになります。という流れのある動きにするのがポイントです。そして次は手を回すムーブが続きますが、ここはジョイコンを杖に見立てて動かします。杖の動きをよく見ると、しっかりと一回転しています。この動きをジョイコンで再現します。ジョイコンの先の部分が常に外側を向くように一回転させ、また元の位置に戻します。次は、ジョイコンが右を向いた状態から、上を通って下向きになるまで回転させます。このムーブのポイントは、綺麗な円の形を描くことです。肘を動かさないように固定し、肘を軸に腕を動かして円を描くようにすると良いでしょう。また、回転が中途半端でも判定が下がる原因となります。手を右に出すときは、真横よりも少し下の角度まで下げるようにします。手を下に回すときは、特に下半分の動きが直線的になりがちなので、最後まで軌道が丸くなるようにしてください。そして、動き始めから動き終わるまで、落ち着いて、一定の速さで腕を動かしてください。ここのパートは、魔術師のようなキャラクターが杖を動かして、パンプキンのかかしを操作する、という振り付けになっています。ですので、パンプキンが動いているなというのを確認しながら、慎重に杖を動かしている、ということをイメージすると、動き方の感覚がつかみやすいと思います。そして、横に向いていた体を正面に向き直し、手も体の横に持ってきます。もし、ここの判定がパーフェクトにならないという場合は、手を横に持ってくる動作ではなく、直前の動作に原因があるかもしれません。どうやら、手を下に持ってくるときに、油断して最後まで回りきる前に止まってしまったり、または動きが速くなって、早めに手が止まったりすると、ここの判定に影響が出るようです。なので、最後の最後まで落ち着いて、綺麗な円を描くように意識してください。そしてまた腕を回転させるムーブが続きます。最後も、ジョイコンが完全に下を向くまで、落ち着いて腕を動かします。そうしたら、このリズムに合わせて、
杖を振り上げるような動作をします。曲線上に手を動かすイメージで、ターンでジョイコンの先が進行方向を向くようにします。ここは深く考えすぎるとかえって失敗してしまいがちなのですが、音楽をよく聴いて、ターンのタイミングを外さないようにしながら、腕を使ってダイナミックに振り上げてください。次は音楽がカタ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 と跳ねるような軽やかなメロディーになりますので、それにつられて腕も跳ねるように動かしたくなるかもしれませんが、その気持ちをちょっと抑えて腕を前後に滑らせるように振ってください。ジョイコンが下を向いた状態から滑るように、弧を描くようにして上向きになるまで腕を動かす。そして上を向いた状態からまた滑るように戻って、ジョイコンが下を向くまでしっかり腕を後ろに引いてください。これを繰り返します。足の動きもタン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 と足踏みをするというよりはター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 と横にステップを踏むということを意識していただくと手も滑らかに動かせると思います。そして次の杖を振る動作ですが、ここもタと強く跳ねるというよりもター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 と前の動作とセットの動きという感覚で足をポンと踏むタイミングに合わせて手首の力を抜いて軽く手を振るという感じで良いでしょう。次は拍子に合わせてタータ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 とタのタイミングで手の動きが止まるようにします。そして次は手首の力を抜いて柔らかくタタータタタタとオーケストラに対して指揮をしているイメージで手を動かします。ここはパンプキンの動きを参考にした方がわかりやすいのですが、このふんわりと手を左右に振っている感じが出せると良いと思います。まず、手を外側に向けて柔らかく振ります。コーチの動きを見ると、この時にかかとを上げて体を上に伸ばす動作をしていますので、これに合わせて手も伸びやかに斜め上に広げる感じで動かします。そして、柔らかく内側に振ったら、また外側に向かって伸びやかに手を振ります。この外側に振る動作の時に、中途半端なところで止まってしまうと判定が下がりますので、ターンと歌うように長めに手を伸ばしてください。ター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 
タター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 。ここは体の前を通ってから斜め下に向かって優しく手を動かします。次も力を抜いて柔らかく手を上に動かします。そして次のムーブは足は軽やかにステップを踏む一方で腕は滑らかに動かします。手の力を抜いて肘と手首の間のこの部分を使ってララ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 のメロディーを歌う気持ちで腕を振ります。そうすると腕の動きにつられて手も滑らかに左右に揺れます。この滑らかに揺れているという雰囲気が醸し出せていれば多少コーチの動きとタイミングがずれてもパーフェクトはもらえるようです。特に最後の手を広げるところでは無理にタイミングを合わせようとせず少し遅れても大丈夫です。とにかく心の中でメロディーを歌いながら滑らかに腕を振るということを意識してみてください。次も手を上下させるというよりは手は力を抜いて腕のこの辺りを動かすようにしター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 と歌うようなイメージで動きます。左右の手が対称に動くようにし特に左手を上に上げた時に右手が下に下がるここのタイミングもずれないように気をつけましょう。ここの動きは冒頭と同じです。次は手も腕も力を抜いてオーケストラのメロディーに合わせて左右の手で滑らかに波の形を描きます。手を上下させるタイミングがコーチと同じになるように注意しながら途中で動きが止まらないように常に手を動かし続けるようにしてください。次は軽やかに回転するムーブです。このムーブアイコンがここに来るタイミングで回り始めます。そしてタタ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 のタイミングで手を開きます。このタイミングがずれるとゴールドムーブが×になることがありますので頑張ってタイミングを合わせてください。
はい、あとはこれまでと同じ動きが続きます。そして最後ですが、ここも手を伸びやかに左右に振ってください。ここも冒頭と同じく、この線を意識しながら、オーケストラの演奏に合わせるように手を上下させ、下から左に向かって滑らせるように手を動かし、そして大きくきれいに三角形を描くように、右、上、そして再び左に手を持ってきます。全体的に焦って動きが速くならないようにし、特に3回目に手を下げるときは、でちょっと溜めてから、ストンと落とす。このタイミングがずれると、次の判定に影響が出てしまいますので、コーチがどういうタイミングで動いているのかをよく見て、しっかりそれに合わせるようにしてください。そして、そのまま流れるように三角形を描き、最後、お辞儀をしてフィニッシュです。はい、説明は以上です。このマップは難易度がハードということだけあって、判定がシビアな部分が多いですが、いろいろ試して、こうすればうまくいくなというポイントを探し出してみてください。では、今回もご視聴いただき、ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。